こんにちは。こんにちは。今回は彼もあの人もあなたの思い通りに振る舞ってくれているだけについてお伝えしていきます。振る舞ってくれているってちょっとよくわからないんだけど。どう思いますイルルさん。何が？イルルさんの思い通りに周りの人は振る舞ってくれていると思いますか？いいえ。そんなに驚くこと自分の思う通りに振る舞ってくれるわけないじゃん。なんで？なんでって逆になんで驚くのか聞きたいよ。だってさ、恋愛だってそうでしょ。例えばいいな、付き合いたいなと思ってる彼が自分に気がなさそうだったら、その彼は思う通りに振る舞ってるとは言えないでしょ。いいえ。いいえじゃないでしょ。いいえですよ。だって潜在意識はそう思うからそうなるですよね。はい。彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるですよね。はい、そうだね。だからいいなと思った人が自分に気がなさそうだったら彼とラブラブとは真逆でしょ。だから自分の思い通りに振る舞ってるわけないよね。いいえ。だからなんで？そう思うからそうなるは自分がそう思うですよね。他の誰かが思うからそうなるわけじゃなくて自分が思うからそうなるんですよね。ってことはどこまで行っても自分が思うなんだから、気になる彼のことはラブラブとか言いつつ心の底の底ではラブラブとは思ってないから、彼が自分に気がなさそうな態度を取るってことじゃないですか。つまり相手は自分の思った通りに振る舞ってくれているんですよ。まあ確かにそうだよね。でもさ、思ったのと違うってどうしても思っちゃうよね。自分は思ったのに違う感じになってるよってやっぱり思っちゃうよね。でもここは法則と考えれば自分が彼とラブラブと思ったらラブラブになるだけなんですよ。ということは自分が彼とラブラブと思ってないからラブラブとは思えない世界が広がってるだけなんですね。で、これさすごい面白い話だと思うんですよ。どこか？いや、今話してきたそう振る舞うっていう言い方というかね、その話がいわゆる量子力学の世界の話とつながると思うんですね。量子力学の世界って潜在意識を知ると結構な確率で出てくるよね。はい。その量子力学の世界では全てのものは粒子であり波動であると考えられているんですよね。粒子であり波動。はい。量子は粒子であると同時に波動、波でもあるという二重性を持っているということになります。二重性について知りたい方は、二重スリットの実験というキーワードで検索してみると出てくると思います。はい。で、この話がさっきの振る舞いとどう関係があるの？はい。量子は観察されると振る舞いが変わることが分かってるんですね。観察されると。はい。観察されていないときは、量子は波動だから波として振る舞います。でも、観察した途端、粒子として振る舞うことが確認されてるんですよ。観察してるって何が観察してるの？人間です。波になったり粒子になったりするのは人間が観察するかしないか、それが影響しているってことなんです。人間が観察していないときは波は無秩序に振る舞います。ランダムですね。でも人間が観察すると秩序だった振る舞いをします。へえ、面白いね。人間が観察して初めて秩序だった振る舞いをするんだね。はい。人間が観察して初めて
粒子として秩序だった動きをするということは、うん要は人間の意識が加わると意図した形に動いていくと言えるわけですよ。引き寄せ的に言えば、信じてることとか、いいと思ったこととか、ポジティブと思ったことが現実になるみたいな風に言われると思いますね。ホメレン的に言えば、そう思うからそうなる。彼とラブラブと思う意識があるから、その意識に沿った形に動いてくれるってことになるね。そうそう。ということは、世界は自分が信じていること、思っていることでできているということになりますよね。本当にそうだね。量子力学っていう科学が、そう思うからそうなるを理論面からバックアップしてくれてる感じだね。詳細なつながりが解明されたら面白いね。そうですよね。で、人間の意識が加わると意図した形に動いていくっていうのは、ホメレンでいつも言ってる言い方にすると、そう思うっていう自分の意識がそうなるという形に動いていくっていう捉え方ができるじゃないですか。はい。ということは、やっぱりここでも自分の意識、自分が思うというのが起点になっていて、自分が思ったら世界はその通りに動いてくれる、振る舞ってくれるっていう考え方ができるんですよ。そうだね。何を観測したいかは自分が決められるとも言えるよね。はい。思いを決めたら、ただ世界はそう振る舞ってくれる。そう考えると、私は彼と復縁したいと思っているのに、彼は冷たいっていうケースは、彼はあなたが思った通りに振る舞ってくれてますよってことにしかならないんですよ。ってことは、彼と復縁したいと言いつつ復縁したいと思っていないから、それが彼は冷たいみたいな形で振る舞ってくれてるってこと？そうですよね。それしかないですよね。そうすると本当は復縁したくないってことになるね。そうなんですよね。復縁したくないと思っているから復縁を阻むように世界は振る舞ってくれてるみたいな感じになりますよね。いや、なんかでもすごいわかるな。自分が思ったらその通りに世界が振る舞ってくれるなら、ますますやることは一つだね。もうそう思うからそうなるにしかならないから、もう自分の思いを明確にすることだけだね。本当にそうだと思います。なんか普段私たちっていろんなものに振り回されてるように感じるし、まさか自分を中心に世界が回るなんて思いもしないよね。でも自分が何を観測したいか決めたら、その通りに世界が振る舞ってくれるっていう見方をしたら、どう考えても自分が世界を作ってるってことにしかならないね。そうなんですよ。だから世界は自分が作れるっていう話も、ホメレンであなたの恋愛は 100% 叶えますよっていうのも、嘘じゃないわけですよ。自分の意識次第でどうにでもなるわけですからね。そうだね。彼と復縁したいなら、彼とどんな風に付き合ってるか、あるいは結婚生活を送ってるかっていう、観察したいものを決めるだけ。決めたら、世界はただその通りに振る舞ってくれるよって、いつもとちょっと言い方を変えただけだけど、こっちでピンとくる人とか、こっちで腹落ちする人がいるかもしれないからね。そうです、そうです。だから彼が冷たいのもそっけないのも、あなたの設定通りに振る舞ってるだけなんですよ。そう考えたら、彼とラブラブって思いを決めたのに、彼が冷たいは本来ありえないんですね。彼とラブラブと思ってないから彼が冷たいだけなんですよ。そうですね。でもこれ別に現実を変えようとする必要はないので、とにかく思いは何だったっけと常に立ち返って、彼とラブラブで幸せな私で居続けよう、その世界を見ようと思ってほしいですね。
そうですね。本当にその通りだと思います。はい、では今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。